このネック、バーズアイ好きなんですよ。バーズアイ好き。これリアルにいいな。よかったです。ギターによって違います。ギターによって違う、ストラトなのかレスポールなのかで重要なポイント違うと僕はい、どうも始まりました。今回はなんと車内スタートです。初ですね、これは。今日はですね、埼玉県川口市にあるとある場所に行くことになっておりまして、なんと私新しいギターを買いますというか、もう買ってあるんですよね。お金をもう支払ってあるので取りに行くっていう感じなのかな。あの方のところに行きたいなと思いますので、早速向かいたいなと思います。はい、着いたっぽいですね。着いたっぽい。ここかな、多分ここなんだよな。こんにちは。おーはじめまして、到着しました。よろしくお願いします。だいぶ早いなんか道が思いのほか空いておりまして、お邪魔します。すごい、めちゃくちゃおしゃれ。ありがとうございます。これ増田さんがやってるカフェ。あ、そうですね。そしてここに、これは主役がですか？主役です。あら、はい、これ楽しみ。動画中にガチで上げたいので、じゃあちょっとセッティングしていきましょうか。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで着席しました。改めまして増田さんです。よろしくお願いします。いや、もうコラボですね。ありがとうございます。いや、もうこちらこそありがとうございます。ます。今回の動画なんですけども、この後ね、ちょっととあるギター出てきますけども、楽器を買うときに指板とかボディとかの材とかで音違うじゃないですか。はいはい。もう増田さんめちゃめちゃ詳しいんですよ。楽器を買いに行くときに参考になる情報もこの後お届けするのでなんですが、ちょっとまず早速出してもらっていいですか？はい。うわ、マジかー。うわ、かっけー。やべえ、これはね、こちらですね、ミュージックマンのアクシス、はい、ちょっと、ね、特別なやつで、はい、20th アニバーサリーというですね、まあ、アニバーサリーモデルのアクシス、マジで僕今マジで初めて見たんですけどマジでかっこいいな、これ。キルトがまず、いや、もうキルトこれもやばいし、このバーズアイのこのネック、バーズアイ好きなんですよ。っていうかミュージックマンといえばバーズアイですよね。そうですね、そうですね。そう、フレームネックとかも最近多いんですけど、このバーズアイのつぶつぶしたね。なんで僕これ急に買いに来たかというと、ある日このツイートが急に僕の X に現れたんですよ。増田さんの配信のね。ありがとうございます。いや、X 優秀だなと思ってる。これビーズの松本さんが昔ファイヤーボールっていうシングルのジャケットでですね持っておられて、もうかっこよかった。そう、このねマッチングヘッドのブラックですね。いや、そうなんですよ。でずっと探してたんですよ。でもう配信見て増田さんの、ありがとうございます。でコメントしてほしいっていうことをちょっと言ってから僕もちょっとびっくりしたんですけどYouTube ライブをやってる時に今西さんアカウントのアイコンから突然コメントが来てこれちょっと音出していいですか？もちろんです。ちなみにミュージックマン1本持ってるんですよ。これ国産のアクシス EX ですねっていうやつで、これね違うんですよ。あんたで弾いていいですか？弾きやすい。まず素敵なセッティングありがとうございます。歪ませますね。じゃあジャッカルオンしますね。オン。あ、違います。違うんですよ。不思議ですよね。不思議。見た目パッと見一緒だし、そうですね。アッセンブリとか大体一緒なんですけどね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。不思議なもので。ちょっとディレイとかかけて絞って。もうこのカラッとした感じ、これリアルにいいな。よかったですよ。本当にいい買い物したな、これ。なんかあの音聞いてきた。松本さんがねこのモデル弾いてらっしゃった頃の時期とか、あとライブ映像、もう最近でも弾かれてるんですけど、なんか同じ音がする。いや、
これね、僕何感動してるかって違うんですよ。一回いいですか、いいですか、いいですか。違うんですよ。こっちが日本製の日本製ね。 EX ですね。違いません？で、僕が耳覚えにある音こっちなんですよ。なんていうんですかね、ジューシーさみたいな、そういうのはやっぱありますよね。これなんでこんな違うんですか？これすごい難しいんですよ、特にこのギターに関しては。っていうのもさっきちょっと木材の話とかだと思うんですけど、同じなんですよね、木材とか。ピックアップとかも基本同じのはずなんですよ、大体。ミュージックマンについては、そのネック周りの作り方だったりとか、まあ単純にそのアメリカ製かどうかとか、日本で手に入る木材だったりとかと、本国で手に入る木材だったりとかって、やっぱりこう同じものでもちょっと違ったりとか。同じ材だけど、どこで手に入ってるのかが違うから、やっぱ違ってくるんだ。そういうのはやっぱりあるかなと。木材ってネックとか指板とかでも全然音違うと思うんですよ、これ皆さんご存じない方もいらっしゃると思うので、どういう指板だったらどういう音がするとか、なんかそういうのって、まずネック材からいくと指板材ですよ、指板材がローズウッドなのか、メープルなのか、あとポピュラーなのとエボニーとか。ちょうどここにね、僕がいつも使っているストラトもあるんですけども、指板がね、こう黒っぽい時と白っぽい時あるじゃないですか、ストラトとかって。黒っぽいのがまあ割と多いのがローズウッド。そうですね、ローズウッドっていうのが多いですかね。白っぽいのがメープルで、真っ黒のやつがそのエボニーってやつ。もっと黒いやつですね。そうですね。この辺はまあポピュラーだと思うんですけど、ローズウッドが一番こう耳なじみがいい音ですよね。使われてるギターもやっぱ多いんで、まあこれがこう一つ基準と言えるかもしれないんですけど。なるほど。でストラトでポピュラーなのがもう一つメープルです。メープルですよね。なんかあっちの方がジャキッとしてるイメージが。でもそうですね。やっぱり高音域の鋭さがあるものが多かったりとか、作り方にもよるんですけど、音がのぶとく聞こえるパターンもあると思います。ちょっとマニアックな話なんですけど、どこかこうスコンと音が抜けてくるような印象があるのはやっぱメープルの特徴ですね。メープルね。ややこしいのが、そのメープル指板でもさっき言ったそのジャキッとしてるタイプと、ちょっとこう低音域がのぶといタイプっていうのが厳密に言うと区別。ネックが一つのメープルでできたりとかするんですよ。こう貼り合わせてない。そうです。貼ってなくて、これとかローズウッド分かりやすく貼ってるっていうのが分かると思うんですけど、貼ってない一枚のネックってあれ結構のぶたい傾向があるんですよ。なるほどね。それの見分け方はここに筋が入ってるかどうかですね。そうですね。継ぎ目があるかとか。継ぎ目ね。あとその裏側を見ると、これ今ないですけど、1枚だとトラスロットを押し込むのに裏から彫り込み入れてると、ネックが1個でできてるとやっぱ太いんだけど、貼り合わせた分ちょっとジャキット感が強くなる。高音域のニュアンスが変わってくる。続いてボディ材っていうのはどうなんですかね。ボディ材も本当にいろいろですよね。例えばストラトだったらポピュラーなのはアルダー材とか、あとはその木目が見えてるものだとアッシュ。これアッシュですね。これアッシュなんですか。マニアックなギターですね。でどういう傾向かと。それ気になる。アルダーとアッシュの違いを教えてください。アルダーはミドルがちょっと厚く聞こえるというか、レンジ感でいうとミドルがちょっとポコッと出てるような印象の音っていうふうに言われますよね。それに対してアッシュは基本的にもっとレンジが広いような印象。それ僕好きだからこれになったんだと思うんです。リアのピックアップですけど、これレンジ広い方。広いと思いますね。やっぱりすごい綺麗に聞こえますね。僕その一般的なアルダーの材の音よりかはこっちの方が好きで、多分これにしたんだと思うんですよね。すごいベストチョイスだと思いますね。指板も中域にあったかさが欲しくてこのセットになったんですよ。買った時のスペックがここにあって、ありがとうございます。変わったスペックですよね。塗りつぶしてるボディのストラトって基本的にそのアルダーボディがやっぱりポピュラーなんですよ。変わってるんだって。それに対してアッシュが使われているっていうのは結構珍しいパターン。7.25 指板のフィンガーボーのこのラジアスですよ。丸みが使用上は 7.25 なんだけど、僕買って秒で削った。そうちょっと拝見しててこだわりすげえなって見てました。その頃から見ていただいてたと。見てます。マジ？これを買った瞬間削られてるっていうのは家に持って帰らずにそのままリペアさんなんとか言ってこれ買ってきました削ってくださいっつってマジですかって言われましたけど。音に影響する度合いっていうか順番でいうとどうなんですか。これ難しい問題ですね。気にすべきポイントトップ3でいうと、まず前提としてギターによって違います。ギターによって違う、ストラトなのかレスポールなのかで重要なポイント違うと僕の持論というか、今までの経験だったりとかいろいろな方の話を聞いた結果、それはまず前提として分けなくちゃいけないなと思っていて、ストラトでいうとネック周りは重要だなと思って。ネック、それはすごく感じます。そうなんだ。そうですね、ネックの材
だったりとか、それこそ太さであったりとか、パーツとして見るのはネック、これはやっぱり、すごい一番大事。皆さんこれもテスト出ますからね、やってください。レスポールだとどうなんですか？レスポールだと1番ってないんですよ。ない。はい、総合的なもうちょっと拮抗してるというか感じが。でもやっぱりネックの重要度が高いなと思ってる。ネックの重要度が高い。レスポールだとピックアップやっぱりかなり重要だなって感じがします。僕初めて聞きましたけど、言ってらっしゃる内容すっごいしっくりくる。自分の経験と合わせて。ストラトってピックアップ変えてもなんか変われる音の範囲ってこんな感じかみたいなんですけど、レスポールってピックアップ変えると結構変わる印象が。変わる、はい、と思いますね。レスポールでピックアップの影響が大きいのはやっぱパーツ点数が少ないからだと思うんですよ。ストラトってパーツ点数も多いじゃないですか。細かいそのネックのジョイントの止めるネジとか、レスポールでないじゃないですか。レスポールの方が構造がシンプルなんですよ。そうなってくるとピックアップ結構重要になってくるんですよね。なるほど。ストラトって音に影響するパーツが多すぎて、なるほどなるほどね。パーツ点数が多ければ多いほどピックアップの良さ下がってる気がするんですよ、相対的に。すごい納得感がある。いやー、いいな。いいですね。なんかこう出会いを仲介するというか、こちらのサイトで写真がね素敵なんですよ。ありがとうございます。皆さんがこのギターは使わなくなったからこういうのを使って喜んでくれる人がいるんだったらお預けしますみたいなんで、これお預けされてたギターなんですよね。そうですね。でね、今日ね僕ねせっかく増田さんのところに来るから逆に僕も1本持ってきたんですよ。じゃーん、こちらになります。ちょっと受け取っていただいても。514C ですね。514C のリミテッドエディションですね。そう、コアバッグなんですよ。これ僕ねコア材大好きで。マニアック。コアまでもレンジ広いかもしれない。こんな感じ。そうなんですよね。コアっぽい音ですね。コアっぽい音してます？コアっぽい音してます。これをまたそうやってね、なんかそういう爽やかな音いいなって思ってくださる人がもしいるんだったらと思って、これを今日増田さんにお預けして。ありがとうございます。買い取りだと基本的にすぐ返金を渡しさせていただいて、その場でも成立させていただくっていうのが買い取りですけど、委託販売はお預かり一旦させていただいて、私の方で販売させていただいて、売れてからお客様の方にお戻しするという形で手数料だけ頂戴するという形で、割合がやっぱり買い取りに比べると多くお戻しすることができるので、特に急がないよという方の場合は委託販売を提案することが多くて。どうですかこのギター？原稿も全然高くないですし、ギターの状態としては決して悪い感じではなさそうですので。じゃあちょっと細かく見ていただいて。やったーっていうかこうやってね楽器がね次の方に引き継がれていくのは楽器のね一個の醍醐味ですからね。これ僕今日持ってきましたけども、遠くにお住まいの方は送るんですか？そうですね、配送で承ることができます。特に対面じゃなくてもそのメールとかであとは送ってっていうのができるんですか？必ずしも対面じゃなくても承ってます。いやもうそのサービス普通に使ってしまいました。もう本当にありがとうございます。もう今日は概要欄にこの増田さんのねやつ載ってますんで、ぜひチェックしていただければと思いますし、逆に今並んでるギターはもう結構常々結構入ってますよね。ありがたいことに増田を中心に巡ってるギターが結構ありますのでぜひご覧になってください。この後増田さんのチャンネルでもコラボ動画撮るので、皆さんよろしければぜひ概要欄の方からそちらも飛んでいただければと思います。はい、というわけで本日は増田さんゲストでした。このギターまた出てくると思うのでぜひチェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまたの動画です。